日本史。徳川家達とその後。徳川家達は、慶喜が大政を奉還し、鳥羽伏見の戦いで敗れ、江戸へ逃げ帰り隠居、謹慎すると、満4歳で第16代徳川宗家の当主に就任した。徳川家達とその後を詳しく見ていこう。徳川家達は1863年、徳川御三卿の一つ、田安家に生まれた。御三卿とは田安、一橋、清水の三家を言い、御三家と同じく徳川宗家が絶えた時、将軍を継ぐ家柄である。幼名は亀之助で、父の義頼が若くして隠居し、兄の久千代が溶接したため、1865年に田安家の家督を継いだ。徳川家茂が急逝すると、大奥の天璋院は、15代将軍に家達を推挙するが、わずか4歳であったため、慶喜が将軍に就任する。1868年に、戊辰戦争で敗れた慶喜が、隠居、謹慎すると、徳川宗家は、幼い田安亀之助に家督を相続できるように、新政府の大総督府に嘆願。亀之助の相続が許可される。田安亀之助は満4歳で徳川宗家を継ぎ、徳川家達と改名した。翌年に徳川宗家は以前の10分の1の石高である70万石となり、家達は静岡藩の城主となった。もともとは駿府と呼ばれた静岡だが、徳川家康が隠居して移り住んだ由緒ある静岡という地名は、駿府の城下の名前の府中が府中に通じることから、地元の静畑山の名前から付けられたと言われている。家達は国元の静岡へ向けて旅立つが、従った家中の者はわずか100人程度であった。将軍が何十万もの家来を従えて旅した時代を知る者には涙を誘う光景であった。駿府城に入った家達の噂を聞きつけた旗本や御家人たちは、禄を失い窮乏していたため、やがて駿府城下へ集い始める。その数は旗本と御家人だけで3万2000人に達した。徳川家は約5000人には現金で給与を配布したが、それ以外は移住は認めるが給与は与えないとお触れを出した。それでも路頭に迷う多くの家臣たちが静岡へ来て土着したという。1871年、明治4年には廃藩置県が実施され藩が消滅。新政府は、家達ら地藩士を旧家臣たちと引き離すため、東京移住を強制させる。東京へ移住する家達に付き従った者はわずか8人であったという。家達の邸宅の一角には天璋院も移り住んだが、天璋院の影響で家達も慶喜嫌いになったという。天璋院は島津家の徳川存続の嘆願書で、慶喜はどうなってもいいから、徳川家だけは救ってほしい、と訴えた大の慶喜嫌いの人物である。そのため家達の口癖は、慶喜は徳川家を潰した人。私は徳川家を再興した人で、旧家臣たちが16代様と呼ぶのを嫌ったという。1877年、明治10年、家達はイギリスに留学。約5年にわたってロンドンのシドナムカレッジなどで英語やフランス語を学んだ。帰国した家達は1882年、この絵集麿の妹、安子と結婚。2年後には公爵に叙せられている。1887年、明治20年、家達の千駄ヶ谷の邸宅に明治天皇が行幸。徳川家に天皇が行幸するのはなんと261年ぶりで、これによって徳川家と朝廷の和解が正式に成立したことになる。貴族議員となった家達はやがて貴族院議長に推挙され、30年もの長きにわたって重役をこなし、これは最長不当記録となっている。家達は内閣総理大臣の要請を受けたが、同族会議を開いた結果、この要請を辞退している。また洋行帰りの家達は語学が堪能で、1921年、大正10年のワシントン軍縮会議に全権として出席。
海軍軍縮の条約締結に成功している。しかしこのため右翼団体からテロの標的にされ、井上淳之介前蔵相と三井合名会社理事長の段拓磨が決命弾に暗殺されるが、家里は危うく難を逃れた。昭和10年、オリンピック東京大会の招致委員会の会長となり、1940年に開催されることが決定。しかし日中戦争が勃発して幻の大会となってしまった。大相撲の大ファンでもあり、また赤十字活動にも積極的であった徳川家定は、赤十字国際会議に向かうアメリカで心臓発作に襲われ、帰国後の1940年昭和15年、78歳で逝去した。